こんにちは、M ハポネサです。今回の動画は2024年夏に日本に行った時の動画になります。今回は子供と2人での日本一時帰国でした。早速ヘアカットをしてランチに和光に行ってきました。アメリカでは子供と2人でレストランに行くことがありませんでした。けど今年の日本旅行の後からはニューヨークでランチなどをしたりするようになりました。今年の夏は本当に暑かったので外で遊ばせようと思っても5分が限界でした。ここは日本に戻った時毎年行っているんですが、デパートの中に入っているので用事を済ませた後子供を連れてってます。正直値段は少し他に比べると高いかなと思います。ただ今のところ私がよく行く場所にあるインドアプレイエリアはここしかなく、あるだけで正直助かってます。そこまで大きいスペースではないと思いますが、いろいろな遊び場がありビデオには映ってないんですが、シーソーもあって子供に一緒にやってと言われ、かなり太ももにきました。今回の旅行中は私の誕生日があり、日本でお祝いするのは20年ぶりでした。今年は主人もいなかったので子供を家族に見てもらい、親友にお祝いしてもらいました。最初は大好きな焼肉を食べに焼肉井上に行って肉ケーキでもお祝いしてもらって本当に美味しかったです。個室があったので次は家族で行きたいなって思ってます。その後は立川にある空のホテルに初めて行ってきました。もちろんホテルに滞在ではなく11階にあるルーフトップバーに行きました。親友が電話して聞いたところ予約をした方がいいということだったので事前に予約をして行きました。ギリギリ天気も持ってくれて一緒に素敵な夜を過ごしてくれた親友に本当に感謝です。また別の日は新宿に行き友達とディナーにも行く予定だったんですが、さすがに子供が飽きてきてしまい友達にお願いして今回の旅行2回目のカラオケに行ってきました。ただここのカラオケは普通のカラオケではなくママと子供に優しいカラオケボックスでした。子供がいる人にはとっておきの場所で本当におすすめです。もちろんここは日本なので食べ物も美味しくお酒もいただきました。実際歌は1曲ぐらいしか歌ってないです。また別の日はその翌日にディズニーランドに行くためにディズニーランドのホテルに全泊しました。前回行った時は車でお友達家族に連れてってもらったので子供がディズニーリゾートラインに乗るのは今回が初めてでした。子供の初めてのディズニーリゾートホテルはトイストーリーホテルにしました。今回来る前に子供としっかりトイストーリーの映画も見てきたので子供もとてもワクワクしてました。ただ1点だけミスってしまったのが、子供にプレイエリアがあるって伝えてしまったんですが、特に子供が遊べるところはなく泣いて探しに行くと言って言うことを聞きませんでした。確かに前日から移動が多く子供も少し我慢していたのかなと思いました。今回2人でディズニーに行くのは正直まだ自信がなく、姉に頼んで一緒についてきてもらいました。あ、かわいい。バトル。
本当は舞浜の駅の方にご飯を食べに行こうかと思っていたんですが、この日は諦めてリゾートの中にあるコンビニ風のところで夜ご飯を買って済ませました。扉に注意せよ。どこ行く？この夜のライトアップも良かったなぁとビデオを見ながら思い出すと同時に、本当に暑かったのを思い出します。ディズニーランド当日はいろいろあり、ゆっくりめの入場だったんですが、ちょうど入り口で息子の大好きなドナルドに会えて、息子も本当に大喜びでした。5歳の息子は今回初めてスプラッシュマウンテンとビッグサンダーマウンテンに乗りました。もちろん本人が乗りたいって言ったので乗ったんですが、さすがにビッグサンダーマウンテンは怖かったみたいで、途中で降りたいと言っていました。前回友達に教えてもらった場所で、今回も無事パレードを見てホテルに戻りました。この日はトイストーリーホテルの隣にあるヒルトン東京ベイに泊まりました。ここもお部屋の中もとっても可愛く、また2段ベッドがあり、息子もとても気に入ってました。それだけではなく、お部屋の中にちょっとしたサプライズがあり、子供も大人も関係なくワクワクし、とても素敵だなと思いました。翌日は少しレイトチェックアウトにしてもらい、せっかくなのでホテルにあるガーデンプールに行ってきました。このプールはホテルの宿泊料の中には含まれてはいなかったので別料金にはなりましたが、旅行中でプラス円安だったので奮発しました。プール好きの親子にはリラックスできる時間になりました。残念ながら脱水機は見つけられなかったので、荷物が重たくなるので少しだけ帰る前に乾燥機に洋服を入れて帰りました。立川から武蔵塚市線に乗ると、この年になって初めてボタンを押して電車に乗る経験をしました。ただ乗った後は内側からまたボタンを押してドアを閉めないといけないというのが最初分かりませんでした。武蔵塚市の駅から車で15分ぐらいのところに黒茶屋があります。黒茶屋行きのシャトルバスも駅から出ていました。黒茶屋とは別にある水の根はカフェみたいになっていて、下に降りれば川遊びもでき、子供がいる私たちにはとても良かったです。私たちが行った日はそんなに暑くなく、水着も持っていかなかったので、帰りはパンツが濡れた状態で子供は帰りました。ここのかき氷もとても美味しかったので、ぜひ行かれた際は食べてみてください。私たちが住んでいるエリアのアメリカではなかなか川遊びをする機会はないので、日本に来た時はなるべく川で遊ばせてあげたいと思ってます。アメリカは手持ち花火を売ってることがなく、アメリカで花火をしたことはありません。気をつけて。なので日本に帰ってきた時は必ず花火をやらせてあげてます。
今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。